物理 AI、現実世界のロボットや産業機械を制御する人工知能の分野には階層問題があります。上位では、オープン AI と Google がマルチモーダル基盤モデルを拡張しています。その中間で、NVIDIA は物理 AI 開発のためのプラットフォームとツールを構築しています。そして、第3の陣営があります。日立やドイツのシーメンスのような産業メーカーは、物理世界を理解しなければ、物理世界を移動できるように機械を訓練することはできないという。静かではあるがおそらくより根拠のある議論を行っています。日立が日経アジアとの最近のインタビューで明らかにしたように、その議論は現在、役員室での戦略から工場現場での展開に移行しつつある。物理 AI には優れたモデル以上のものが必要な理由。日立製作所の人工知能テクノロジーイノベーションセンターの副所長である柳井康介氏は、実行可能な物理的な AI と理論的な AI の違いについて率直に語ります。物理学や産業機器の基礎知識から始まる体系的な理解がなければ、物理学 AI を社会に実装することはできませんと同氏は日経新聞に語った。日立の売り文句は、鉄道、電力インフラ、産業用制御システムの構築で数十年にわたって蓄積された基礎知識の多くをすでに保有しているというものだ。同社は、気体や液体の挙動をモデル化する熱流体シミュレーション技術と、機器の状態を監視するための信号処理ツールを備えている。これを柳井氏は、日立の製品設計と制御ロジック構築に関する広範な知識を支えるエンジニアリング基盤と表現している。構想から展開まで、ダイキンと JR 東日本。日立の包括的な物理 AI アーキテクチャである統合ワールドインフラストラクチャモデル IWIM 派複数の特殊なモデルシミュレータデータセットを統合する専門家混合システムと説明されていますがまだ概念検証段階にありますが2つの現実世界への展開は基礎となるアプローチがすでに成果を上げていることを示しています。日立はダイキン工業と共同で、業務用エアコンの製造設備の故障を診断する AI システムを導入した。機器の保守記録、手順書、設計図で訓練されたこのシステムは、異常が検出された時にどのコンポーネントが故障している可能性があるかを特定できるようになりました。これまでは経験豊富なエンジニアの頭の中にのみ存在していた一種の操作上の直感です。日立は東日本旅客鉄道、JR 東日本と共同で、ルート CA を識別する AI を構築した。インドへのさらなる AI 投資誘致を目指して、インドは今週4日間の AI インパクトサミットを主催しており、オープン AI、アンスロピック、NVIDIA、マイクロソフト、Google、クラウドフレアなどの大手 AI 研究所やビッグテックの幹部や国家元首が出席する。25万人の来場者が見込まれるこのイベントには、アルファベット CEO のスンダル・ピチャイ氏、オープン AI CEO のサム・アルトマン氏、アンスロピック CEO のダリオ・アモデイ氏、リラインス会長のムケッシュ・アンバニ氏、Google ディープマインド CEO のデミス・ハサビス氏が出席する予定だ。インドのナレンドラ・モディ首相は木曜日、フランスのエマニュエル・マクロン大統領と演説する予定だ。イベントの主な最新情報は次の通りです。インドは国家支援のベンチャーキャピタルファンドに11億ドルを割り当てます。このファンドは
全国の人工知能と先進的な製造業の新興企業に投資します。オープン AI CEO のサム・アルトマン氏は、インドにはチャット GPT の週間アクティブユーザーが1億人以上おり、米国に次いで2番目であると述べた。また、チャット GPT を使用している学生のほとんどがインド人であると述べた。ブラックストーンは、6億ドルの株式資金調達の一環として、インドの AI スタートアップニーザの過半数の株式を取得した。ティーチャーズベンチャーグロース、TVS キャピタル、361アセット、ネクサスベンチャーパートナーズも投資しています。同社は現在、さらに6億ドルの負債を調達し、2万機以上の GPU を導入する計画だ。バンガロールに拠点を置き、データセンター向けの電力ソリューションを構築している C2I は、YALI ディープテックと TDK ベンチャーズの参加を得て、ピーク15からシリーズ A ラウンドで1500万ドルを調達した。HCL CEO のバイン・イートネイヤー氏は、インドの IT 企業は雇用創出者ではなく利益を上げることに重点を置くだろうと語った。こうしたコメントは、AI が IT サービス部門を破壊するのではないかとの懸念が高まり、インドの IT 株が下落する中で出た。コスラベンチャーズの創設者であるバイノット・コスラ氏は、IT サービスや BPO、ビジネスプロセスアウトソーシングなどの業界は AI のせいで5年以内に、ほぼ完全に消滅する可能性があると述べています。同氏はヒンドースタンタイムズに対し、インドの2億5000万人の若者が AI ベースの製品やサービスを世界の他の国々に販売すべきだと語った。AMD は、タタコンサルタンシーサービス TCS と提携して AMD のエリオスプラットフォームに基づいたラックスケール AI インフラストラクチャを開発しています。アンスロピックは、インド初の事務所をバンガロール市に開設すると発表した。同社によると、同国は米国に次いでクロードの2番目に多いユーザーだという。アンスロピックは、IT 大手インフォシスと提携して、クロードモデルやクロードコードなどのツールをインドの企業に導入しています。まず、マイクロソフトは金曜日、マイクロソフトゲーミング CEO のフィル・スペンサー氏が Xbox 社長のサラ・ボンド氏と共に退任するというゲームの大規模改革を発表した。スペンサー氏の後任にはインスタカートとメタの元幹部アシャ・シャルマ氏が就任する。シャルマ氏は最近マイクロソフトのコア AI 製品の社長としての役割を果たしており、これらの動きは、マイクロソフトがビデオゲームへの AI の導入に倍増している可能性があることを示唆しています。同社はすでに AI ゲームコンパニオンの開発や、クエイク2のバグのある AI 生成レベルのリリースなど、AI とゲームを組み合わせる方法を実験していました。実際、ザ・バージが公開した社内メモの中で、シャルマ氏はマイクロソフトが新しいビジネスモデルと新しい遊び方を発明すると書き、収益化と AI は両方とも進化し、この未来に影響を与えるだろうと述べた。同時に彼女は、同社は短期的な効率を追求したり、魂のない AI のスロップをエコシステムに溢れさせるつもりはない、とも述べた。ゲームは今もそしてこれからも芸術であり、人間によって作られ、私たちが提供する最も革新的なテクノロジーを使って作成されますとシャルマ氏は付け加えました。これは、シャルマ氏がメモに記した3つの
約束のうちの一つに過ぎません。その他には、プレイヤーに愛される素晴らしいゲームを構築し、Xbox を優先することが含まれます。